今回は私の利き手ネイル3色の春カラーのビジューストーンをメインにオーロラミラーグラデーションを使ったホワイトを中心にしたデザインご紹介していきたいと思います。それでは早速カラーを作っていきたいと思います。今回は柔らかい白をメインにしていきますので、クリアジェルと白をですね混ぜていきます。クリアジェル4に対して白はですね1ぐらいの割合で大丈夫です。ただ白のカラーをですねもともと柔らかいカラーを使われる方はの割合をですね白を2か3ぐらい同じぐらいですねクリアという感じで混ぜて調整していただくといいと思います。では今作ったカラーをですねまず全体に塗っていきたいと思います。今回は利き手ネイルなので普段使わない左手で塗っていきますので、いつもの利き手でやるよりですね当然やりにくいんですけれども、やりにくい反面ですねやっぱ丁寧に塗らないと綺麗に塗れないので、意外とですね反対の手をやるよりはですね利き手ネイルの方が意外とちょっと上手だったりするんですが、そんな感じにですね一色のカラーもですね丁寧に塗っていただくといいです。塗り方は基本的なやり方と一緒なんですけれども、まずは、根元ラインにですね攻めていただいて、右サイド左サイドというふうにですね丁寧にこのフラット筆の角を使ってサイドの部分もですね綺麗に塗っていきます。で塗っていただいたら、あとはですねムラ加減を筆の力をですね抜いていただいて、優しく引くようなイメージで何度かですね動かしていただくとぼやんといい感じにボケてきますので、その辺でですね硬化していくというような感じでやっていただくといいと思います。こういった透け感のある優しいカラーに関しては利き手で通常のですねネイルをするよりもですね本当に力加減が利き手よりも調整が効かない分ですね、意外とこの力加減が抜けた感じがですね結構いい感じにムラ具合もですね調整できるので、そう思うと普段のベタ塗りの時って本当に筆の筆圧というか力加減で綺麗に塗れるか塗れないかというのが決まってくると思いますので、こういった優しいカラーに関しては特にですね力を抜いて引くというようなイメージで塗っていただくと上手に塗っていけると思います。全体的に同じぐらいのムラになるようにですね5本いっぺんに塗っていってください。1年を通してこのホワイトカラーはすごく人気のカラーになってくるんですが、また夏に向けてのホワイトデザインもいろいろとご紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では続いてオーロラミラーパウダーを根元グラデーションにしていきたいと思います。薬指に関しては1本外し、そして13色の春カラービジューストーンを入れていきますので、ここは、全体的にですねオーロラミラーパウダーやっていきたいと思います。ですのでこのノンワイプトップジェルですね、一度塗りのようなベタ塗りのような感覚でですね全体的にきれいに塗ってあげてください。で硬化していきます。硬化が終わったらミラーパウダー早速こすりつけていくんですが、これ当然利き手ネイルなので私左手でですねミラーパウダーつけていくんですけれども、やっぱり感覚が弱い分ですねパウダーつけすぎてしまいました。たくさんつけすぎてしまうとダメなわけではないんですけれども、ミラーパウダーってグリッターとかとは違って余った部分とかがですね今この手のひらに散ってしまった部分とかをなかなか戻すことはできないので、ちょっとやっぱもったいないかなと思いますので、しっかりとですねちょっとずつスポンジにつける量をですね加減しながらやっていただくといいと思います。では続いてあと小指、中指、人差し指、親指を根元グラデーションにしていくんですが、このノンワイプトップジェルはグラデーションにする部分だけを塗っていただいてもいいんですが、厚さを均等にするためにですね全体的にさっさと塗っていただいた方がいいと思います。そしてあと4本をやっていきますので、全部をですねいっぺんにやってしまうと私この利き手ネイルになるので、やっぱ時間差によってミラーパウダーのですね付きが変わってきてしまうことがありますので、2本ずつぐらいでやっていくといいと思います。ですのでまず小指と、中指ですねをやっていきたいと思います。2本いっぺんにノンワイプトップジェル塗っていただいて硬化していただいたらミラーパウダーですね。こういった100均のチップを使っていただいて、根元にですね逆のUの字を書くような感じでしっかりと根元サイドのところはですねこんな風に本当にカラーがですね切れてくる部分になってくるので、しっかりとラインを作るようなイメージでですね塗っていただいて、そこから爪先に向けてチップをさっさっと動かすとグラデーションになってくると思います。で続いて人差し指やっていきます。こ
この人差し指親指に関してはですね2本いっぺんにやるとやっぱりライトに入れた時の向きがですね変わってきますので親指のですね端っこの部分がちょっと光がですね当たりにくくてミラーのつきが悪くなるといったことありますので、この人差し指親指に関しては1本ずつやっていただいた方がベストかなと思います。今回のデザインのように全体的にですね均等なこのミラーグラデーションとかをですねやっていくときに関してはやっぱり全体をですね統一していく必要がありますので、本当に特にミラーに関しては時間差によってつき具合とかが変わってきますので、全部の指がですねだいたい同じぐらいの時間になるようにやっていただくといいと思います。ではこれでですねトップジェルでコーティングしていきたいと思います。そしてこのトップジェル、お気づきの方見えるかもしれないんですが、私ですね通常クリストリオのパーマシャインでトップジェルを形とかですね整えて作って、で最後に艶出し感覚でこのサロンユースのですねノンワイプトップジェルでコーティングをしていくんですが、今回は利き手ネイルということで、いつもの手と比べるとこの厚さの調整がですねやっぱり左手だとうまく調整ができないので、厚みが増してしまわないようにですねこんな風にトップジェルを抜いてノンワイプトップジェルだけで仕上げていく時があります。いつもは利き手でですねトップジェルをコーティングしていくときは自由自在動かせるので、ハケにですねたっぷりめにジェルを取っていただいて、いらない部分を拭っていくような感覚でトップジェルを仕上げていくんですが、やっぱりそれがですね反対の手だと調整ができないので、そういった時などはですね厚みが出過ぎてしまうよりはこういったノンワイプトップジェルをですね通常のトップジェルにしていただいてコーティングしていただくといいと思います。そしてこういった根元をですねミラーにしていった時のトップジェルをコーティングする時、根元とサイドのラインをですねしっかりと塗っておかないと未硬化ジェル拭き取った時とかにですねミラーが剥げてしまいますので、根元とサイドのラインはしっかりときれいに塗ってあげてください。そして薬指のところ全体的にミラーにしたところなんですけれども、ここに関してはですねマット仕上げにして3色春カラーのですねビジューストーンを映えさせていきますので、ここはですね丁寧にマットコートを塗ってあげてください。もちろんツヤありの状態でもいいと思うんですけれども、ちょっと春カラーのビジューストーンをですね映えさせていきたいので、マット仕上げにしてみました。ミラーのマットもすごく素敵なので、ぜひですねやってみてください。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形を整えていくんですが、その前にですね親指、ここちょっとプクプクっと雫のようになっているんですけれども、今回トップジェルをノンワイプトップジェルにしていったので、ノンワイプトップジェルをですね結構厚めにコーティングしてしまうと、このようにですねちょっとプクプクという風にちょっとトゲが出てしまいますので、こんな風にですねなってしまった時にはファイルでですね表面をきれいに削っていただいて、あまりですね深く削りすぎてしまうとミラー剥げてしまうので気をつけていただきたいんですが、表面ですねプツプツがなくなるように整えていただいて、もう一度ですねコーティングしていただければ問題ないです。ただストーンとかがですね乗っていて削りにくい場合もありますので、できるだけですねこのプクプクという風にならないようにノンワイプトップジェルでトップですね仕上げていく場合は厚みを出しすぎないように気をつけてあげてください。そしてこの親指に関してはですね薬指と統一感出すようにここもマット仕上げにしてみました。そして今回のメインである春カラーのビジューストーンをですねつけていきたいと思います。今V カットのシリーズもですねすごくいろいろなカラーが出ているので単純な明るいカラーも素敵なんですけれども、春カラーをちょっと意識したかったのでディライト系のですねちょっとオパールみたいな感じのV カットのシリーズですね、これをつけていきたいと思います。こういった大きいビジュをつけていくときは、私基本的にミクスチャーでつけていくんですけれども、この V カットは特にですね3つで1つになっていきますので、V カット1つに対してミクスチャー1つというような感覚でですねつけていただくと問題ないと間違いなくやっていけると思います。利き手ネイルの時はですね特に本当に反対の左手でこの V カットを取ってですねミクスチャーのところにくっつけていかないといけないので、あらかじめですねつけたいV カットストーンとかをですねしっかりと用意しておいてピンセットとかで挟みやすいようにやっておくといいと思います。で素早くですね3つ重ねてつけていただいて、そこからですねちょっと大きく位置をですね決めていくというような感じでやっていただくといいと思います。
そしてこの春カラー、この3つだけでもですね素敵なんですけれども、もう少しキラキラ感をですね出したかったので、このオーロラのものをですね少し入れていっています。この V カットのこの3つですねくっつけていく位置なんですけれども、根元に2つ並ぶイメージで爪先に1つというバランスの方が意外とですね取れにくくしっかりとくっついていてくれるんですけれども、その他ですね根元を1つにしていただいて、爪先に向けて2つというバランスでも素敵なんですが、ちょっと持ちとしてはですね私の経験上根元に2つの方が持ちがいいかなと思います。しっかりと形を決めていただいた後にですね隙間をしっかりこのミクスチャーで埋めてあげてください。ミクスチャーでしっかりとつけてあるのでしっかりとですね持ってくると思うんですけれども、それでもちょっと心配な場合はですねこの V カットの部分にだけですねもう一度艶出しのトップジェルで一層ですねコーティングしてあげるとさらに持ちが良くなってくると思います。はい、こんな感じで完成になります。ホワイトカラーをベースにオーロラミラーの根元グラデーション、そして春カラーの3色美獣でアクセントをつけてみました。シンプルなデザインの中に春カラーの美獣がとっても映える、とっても素敵なデザインに仕上がっていると思います。これから夏に向けても楽しんでいけるデザインの一つ、そして時短ネイルとしてだいたい20分から30分ぐらいで楽しんでいけるデザインの一つになってくると思います。ぜひ一度やってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日お話をしました我が家のちび息子、ようやくつかまり立ちをするようになりまして、つかまり立ちをするようになったので転倒防止のクッションをですね背負わすようにしたんですけれども、意外とですね結構このクッションが様になっていて、ずっとつけていると嫌になるかなと思っていたんですけれども、意外と嫌がらずにずっと背負っててくれるんです。そして最近は前からですね私のこのパソコン机の方にやってきて配線類を触るので、これはダメだと思って以前は上の子の時とかはちょっと柵を作っていたりしたんですけれども、もうちょっとさすがに柵がなかったので急遽ですね中娘のピアノの椅子を使って柵代わりにしているんですけれども、この場所から一生懸命身を乗り出して私の方を見つめて泣いてくるんですが、しばらくほかっておいたら乗り越えられないので疲れたのかそのところで寝ていました。そしてまた次の日にはこのつかまり立ちにもだいぶ慣れてきたのか、もうあまりフラフラ感がなくしっかりとつかまり立ちをするようになって、このピアノの椅子の柵もいい感じの高さみたいで、この椅子のところでご機嫌よく遊んでいるんですが、それをいいことに我が家のおてんばした娘、自分はこちら側に来てなんかお店屋さんごっこの真似をしていました。遊んであげているのかおちょくっているのかわからないんですが、見ているとなかなかいい光景でもあるんですよね。どんどん目が離せなくなってきたので本当にいろいろと気をつけて過ごしていきたいと思います。以上、我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。